はい、始まりました。今回は久々のバルダーズゲートです。俺たちのこれあれですかね。まだやってます。はいはい、ちょっとゲームの方が話題なんで。ああ、なるほど。それにカコつけてそれにカコつけてっていうことですね。まだやってんのかとお前らまだバルダーズゲートやってんのかと。そうやるでしょとまあこれは僕たちじゃないんですが、師匠の師匠から、はい、リストをいただきまして今回やらせていただくんですが、はい、今日は思考会議になります。何の会議でしょうね。なんとアドリースの回で紹介しました、はい、思考会議を今日はお願いしてリストいただきまして、一応5、6択の、カジュアルな構築になります。なぜなら、はい、ホニャララ杯ではい、調整されていたんでまず能力説明させていただきます。こういったアドリウス5マナの08 プレイヤー1人が自分のターン中で自分の2枚目のカードを引くたび、あなたはカードを1枚引く、はい、結構ありますよねこれ。まあだってなんかドローを追加でしたらってことになるからね。そうですよね、でプレイヤー1人が自分のターン中で2つ目の呪文を唱えるたび、はい、あなたは白の22の騎士クリーチャートークンを1体制ですよ。はい、これもよくありますよね。これよくなかったら問題だしね、むしろね。実は結構めちゃくちゃ強い能力に見えますよね。そう読んだ時は全然わからないんだけど、はい、これ使われると、はい、めっちゃ誘発するやんっていうことに気づくと。やばいですね。いうタイプのやつですね。結構興味深かったんで、僕もやってみたいなと思ったんですが、はい、まあちょっと今日はリストを変えてきたんで。先駆者がいらっしゃったんです。先駆者がさすが師匠の師匠ですね。まずどんなカードが入るかと言いますと、はい、例えばなんですが、三日月の神っているじゃないですか、はい、ドローステップの時に追加でドローを1枚できるようになる、ということでみんながですよ。そうですね。みんなが追加で1枚できるようなカードっていうのが他にもあるじゃないですか。ありますね。例えばクルフィックスのサシズ、はい、これエンチャントなんですが、はい、追加でワンドローできると、で他には燃えたける鉱山、はい、これはアーティファクトなんですが、これも同じですよね。そうですね。っていうカードがどうやら必須になってくると師匠の師匠がおっしゃってて、はい、なんでかと言いますと、実は思考会議がまあ誘発するじゃないですか。まあ誘発します、ね。まあ2枚目は必ず誘発すると。誘発しますね。で当然相手がワンドローして、こっちは2ドローすると、簡単に言うとそういうことですよね。まあそういうことになりますね。はい。だから有効だってことですよね。あ、そうですね。それよりも相手がワンドローして増えてて、それだけじゃなくて、さらにその引いたカードで2枚目の呪文唱えたくなりますよねっていうことなんですよね。で引いてるから2個呪文唱えたくなるじゃないかと。まあそれはそうだよね。しかも2個唱えたとしてもさ、はい、デメリットとしては2に出てくるだけなんですよ。確かに相手から見たら、まあ、それくらいだったらいいかなというなるよね。で、まあ、とにかく盤面は広がってきそうですよね。22とはいえいっぱいいるなみたいな盤面にはまあなりがちそうですよね。ただ相手も引いてるので、ちょっと問題あるかもしれないんですが、はい、その流れの中で手札上限をなくすカードっていうのは何枚か入ってくると思うんですけど、これはなぜなら誘発しまくるってですね、自分の手札がパンパンになります。そうですよね。はい、でまあ例えばこれ入ってくるカードっていうのが最新の基盤オヘルタク、はい、これはイクサランの新しいカードなんですが、これいいカードですよね。そうなんですね。6マナ66の警戒でして、1体以上のクリーチャートークンがあなたのコントロール下で生成されるなら、代わりにその数の3倍に等しい数のトークンを生成する、はい、死亡した時裏面になるんですよね。これね、裏面は割愛させていただいて3倍出るんですよ。もちろんこれはクリーチャートークンだけ。なるほど。宝物トークンとかは対象じゃないので、クリーチャートークンだけという安全弁がついていることによって3倍を実現したと。なるほど、そういうことなんですね。いうカードでございますね。このデッキぴったりですよね。ぴったりですね。なんか知らないけども、2個目の呪文唱えたら3体出ちゃう。やばいですね。しかもだって相手絶対に3体が3体が3体ですよ。そ
ね。やばいですよね。さすがにちょっとっていう。例えばその兼ね合いで白のドミヌス、モンドラク、とかも入れてもいいんじゃないかと、ね、これはトークンが2倍出るっていうクリーチャーなんですが、そうですね、これも入れてもいいんじゃないかってことですよね。はい。であと他に入ってくるカードっていうのが精神の病を這うもの、はい、5マナのアーティファクトクリーチャーでして無色ですね。パワーとタフネスがあなたの手札にあるカードを枚数に等しい。はい。でこれかなり強いですよね。まあ多分普通に10以上。であなたがカードを1枚引くたび各対戦相手はそれぞれ1点のライフを失う。これもだから追加ドロー系の置物を置いてるんであればみんな各ターン2ドローしますので、はい、結果的にこちらは1ドローしますと。で1点ライフ1点失わせますと。で自分のターンは当然2ドローで、だから1周で5点食らうんですね。やばいですね。こいつしかも殴っていけますよね。サイズでかいからね。こっちには騎士のブロッカーがいるので、そうですね、サイズでかいのでダーンって殴っていきますよね。殴っていきますね。で同じようなカードで知識の愚神というカードがありまして、5マナのクリーチャーでしてパワーとタフネスが手札の枚数だと、で手札の上限がなくなる、はい、でダメージをこいつが受けるたびその点数に等しい枚数のカードを引く、はい、ということでこいつが例えば3点とか勝っちゃったら、3ドロできちゃう。そうですね。ほぼアンブロのでもサイズもでかい。ちょっとやばいぞ。こいつ強いですね。こいつ強いよね。っていうか師匠はこれお気に入りみたいで。そうなんですね。いろんなデッキに入ってんだけど。師匠は手札の上限なくすカード好きですからね。とにかく手札の上限なくしてきますよね。そうそうそう。で次フィニッシュ級のカードの話になるんですが、はい、もうフィニッシュの話になるんですけども、はい、そんなカードを入れてきまして、はい、あとマナファクトを入れたりとかして、ドローのカードとか入れて、10球とかも入って、でフィニッシュの話になるんですけども、はい、例えば月揺らしの騎兵、はい、白の皇帝のビフィモス、はい、これは文句なく強いカードです。8マナの白のクリーチャーでして、はい、66の飛行です。で戦場にこいつが出た時にターン終了時まであなたがコントロールしている全てのクリーチャーは飛行を得て、でプラス XX 修正を受ける X はあなたがコントロールしているクリーチャーの数に等しい、はい、いわゆる皇帝のビヒモスですよね。そうですね、はい、当然このデッキは相手が2個目の呪文を唱えることによって、はい、騎士トークンがすごい出てくることになりますので、一撃決まると。そうですね。やばいですね。これまだこのフィニッシャーはなかったんで。確かにすごいな。であと他にフィニッシュのカードで言いますとボーディリアの波の騎士なんですが、4マナのアゾレウスのクリーチャーでして33です。であなたがカードを1枚引くたびマーフォークや騎士でありあなたがコントロールしていてこれでない各パーマネントの上にそれぞれ11カウンターを1個置く。はい。ということは並んでる騎士全てに相手のターンで2枚目が油圧して、はい、騎士乗りました、はい、乗りました、はい、出てきて乗りました。もしかしてまあ乗っちゃうね。やばいですね、はい、乗って2個目唱えて出てくる。そうですよね。そうやばいですね。盤面がいきなりわーってでかくなるってことですよね。まあそうなんだけどこれヘイトも高いんですよ。なるほどなるほど。ゆっくりしか盤面の脅威度上がらないんで今ゆっくりっつっても一周もしたらもう全ての騎士はすごいサイズになってるんだけど。なってますよね。はい。あともう一個勝ち筋あるとすれば福夜の接近とか打ってまたドローしてってもう一回打てば勝ちですんで、はい、ありえますかね。そうですね。はい。結構アドリウスのデッキなので、はいはいはい、勝利手段って、はい、まあ細いですよ。細いですよね。はい、クリーチャー並べて月浦氏の騎兵だって言っても、結局全力されたらしばらくなるほどなるほど効果ないので、結構服用の接近で勝つケースというのはあります。なるほどなるほど。であと面白カードを紹介させていただいてよろしいですかね。面白カードこんなの入っちゃうのっていうカードが一応2枚紹介させていただきたいんですが、まず空想の書物、はい、なんだそれっていう。これこの間これで負けそうになってた。なりました。じゃあ実際これで負けました。2マナのアーティファクトでして、まずこのアーティファクトは各プレイヤーの手札の上限がまずなくなります、はい、みんなの手札です、上限なくなります。
で XX タップで各プレイヤーはそれぞれ X 枚カードを引く、各プレイヤー引きますカード、これカードドローしていくと2ドローが誘発するのもあると思いますし、上限なくなってますんで、これ何が重要かと言いますと、一番下の能力なんですが、青3マナタップで対戦相手はそれぞれ自分のライブラリの上から自分の手札にあるカードの枚数に等しい枚数のカードを自分の墓地に置く。これやばいですいやそれたまたま刺さってただけだと思うんだけどいやこれやばいです。絶対2番目の効果のところが一番重要だと思って入れてると思うんだけど、いやこれ3番目ですよ。ミルして死にますってミルでね僕死にましたこれありえますんで、これかなり面白いですよね。このデッキのプランとして合ってますよね。であともう1枚紹介させていただきたい面白カードなんですが、最近のカード、うろつく玉座、もう全てのカジュアルデッキに入れれるんじゃねえかと言われてる激震を起こした、こちら無色の4マナのクリーチャーでして、44で5法2がついてます。で場に出るに際しクリーチャータイプ1つ選びます。このデッキの場合は人間ですか？人間を選ぶらしい。人間を選ぶらしい。でその選ばれたタイプでありこれでないクリーチャー1体の誘発型能力が誘発するなら追加でもう1回誘発する。つまりパンハモニコン違います。違いますか？出た時だけじゃないんで。出た時だけじゃない確かに全ての誘発能力がもう1回誘発するので、当然、思考回帰の相手が呪文を唱えた時、相手が2枚ドローした時っていう誘発ももう1回誘発します。やばいですねただでさえ結構なアドとボード構築をしてくれる思考会議ですが、玉座に座るとやばいですね。すごいことになるとなんかいうことでございます。あれですよね、エイリンとかマンガラとか入れとくと、そいつが追加で誘発することもあるみたいですよね。エイリンなら人間が6体出てくるっていう形になりますし、マンガラなら2ドロー。やばいですね。まあそんな感じで楽しくわちゃわちゃドローしてこうぜっていう感じのデッキになりますかね。なりますね。でこのデッキいわゆるパーティーレベル56のところで遊ぶように調整されてるんで、いいポイントとしては、相手の行動を阻害するようなアタックス系のカード全く入ってないです。なるほどなるほど、確かに確かに、青白なのにね。青白なのに、青白なのに入ってなくて、で相手をドローさせていくデッキなんで、みんな快適に遊べるんですねこれ。なるほど例えば三日月の神みたいな小枝家講座みたいな、2ドローのやつが来なかったとしても、これこいつがいる時点でドローできるから、そこにはたどり着けると。まあそうですね。ということで最終的にはみんながドローしていく環境にはたどり着けるということですよね。そうですね。なんで結構わちゃわちゃして楽しい感じになってますんで、よかったらやってみてくださいということで。バルダーズゲート。バルダーズゲートあとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。